RC トーゴー。こんにちは、ドセロです。鍋安です。石健です。はい。今日はね、3D プリンターの魔術師の鍋安さんの方に来ていただきました。X ではね、いろいろ拝見させていただいてるんですけども、何でもありだなみたいなっていうものをちょっと2台ほどね見ていきたいと思うんですけれども、ちょっとあまりにもマニアックなんで、ちょっとここはね、マニアックといえばはいいや、かなり来てると思うよ。まあ FF だとかね、あと代表作としてはアスラーダ。鍋安さん長野から出身なんですけども、長野といえば僕のイメージだとやっぱり寒いじゃないですか。朝起きてまずホラ貝を吹く。で寒いから寒風摩擦をする。違いますか？違いますね。違いますね。長野県民は全員大学卒っていうのが僕の頭の中にあるんですよ。なんでかわかります？ラーメン大学っていうのがあるんですよね。確かに。卒業しました？いや、まだちょっと入学中ですね。最近減ってるみたいだね。そうみたいですね。長野の危機なんでね、みんなラーメン大学行きましょうと。好きな女性のタイプはぽちゃっとした可愛い感じの人が好き。共感できますね。なるほど。マシンの方を見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。はい、これボディはね MRC の AE86 トレの後期。さすがマニアックといったらもう86はマニアですでね、中の方を見ていきたいと思いますね。はい、じゃじゃん。はい、これはもうすごいオレンジ一色っていう、かっこいいですね。これは一体全体どんなマシンになるんですかね。 M シャーシーで FR でストラットサスペンションとリアがフォーシングリジットっていう。じゃあ石健さん、ちょっとね具体的に気になったところをちょっといろいろ聞いてってもらっていいですか？気になったところですね。全部気になりますけどまあ前からじゃあ行きましょう。はい、もう特徴的なこのフロント380モーターかな、これ。そうですね。オプションナンバー1のやつ。はい。アンプはね、G フォースの TS50 っていうブーストもターボもないやつなんです。その足回りがストラットもう専用ナックルなんで、バネもちゃんと支えがあって、レウ D の RDX のナックルの寸法を測ってストラット向きにちょっと自分なりに設計変えたって。僕がすごいなと思ったのが、まあこれがシャフトがダンパーのシャフトに、僕もこの構造を一回やったことがあるんですけど、その構造をやるときにまずこのピローがここに本来入るはずないんですけど、この中本当はネジ切ってあって、ここには本来通らないはずなんで、通すのに本来は M3 のメネジになってるんですよね。本来は多分こういうタミヤとかだとこういう筒ねありますよね。このパーツを使うんですけど、このパーツ使うとすごくガタが出るんで諦めるんですけど、皆さんすごいのはこの中をドリルで3ミリ開けちゃって、ちょうどいい寸法にしてるんで、この動きがめちゃくちゃスムーズなんですよね。ここもしかもこのほぼガタなく、スルスルがスルスルなんでめちゃくちゃ、これがすごいなと思って。本当はドリルで穴開けた後精度良くないだろうと思って3ミリのリーマーを通そうと思ったんですけど、試しにシャフト刺してみたら全然ガタないし、よく動くしで、リーマー通すとかえって径広がっちゃうんでガタ増えちゃったと思うんですよね。なんでここたまたまうまくできたんで。渡辺君って動画出てよかったっけ？はい、大丈夫です。リーマーで広げすぎちゃったらガバガバになっちゃうからダメだよ。ストッパー付きってこと？これそうです。これがストッパーになってて、ここをストッパーにするっていうのは結構すごいなっていうふうにも三花田でも言われて、有沙ちゃんに？いや違いますけど違いますけどフロントでいうとここが光を通すと中にシャフトが入ってるのが見えるんですけど、これはスケルトン構造ですね。これがホームセンターの太さ3ミリの平行ピンっていうものを使ってて、長さが30ミリしかないんで、それに合わせてローアームの取り付け部の設計したっていう感じですね。ここがあれですよね。後から調整式にワイパー。これが最初は一体型だったんです。一体型だったけどアッカーマン調整がするためにここからネジでできるようになってるっていうのが、なるほど。この辺もよく考えられてるな。後から改良してどんどんサーボホーンまでこれ作っちゃってるんだ。サーボホーンはね、ネットにこれのデータがあったんで、それを使わせてもらいました。ただちょっとね、ここの厚みっていうか取り付け部がちょっと長くて、サーボのケースに先に当たっちゃって動くまで締められなかったんです。ここだけ後加工で0.5 ミリぐらい削んないとダメだったんですけど、とりあえずそれ以外は使えてますね。でも
モーターマウントもこれもそこもそうです。自分で作ったやつです。やば。シャフトはね TT のアルミのシャフトを切って、でパイプを3D プリンターで作ってエポキシで接着して、それで一応問題なく使えてます。エポキシで大丈夫なんだ。大丈夫でした。この要は薄いオレンジがパイプ 3D プリンターで内径をそのアルミのシャフトの太さに合わせて、外径は厚み1ミリぐらいでも大丈夫です。いやこれはちょっとびっくりだな。これ要はこの樹脂のカバーで芯を出して、センター出しみたいな感じにして、あとは接着剤がくっついててくれればいいよっていうことなんですね。これここら辺穴開けたらホイールベース変わりそうですね。ここでもできるかなっていうふうに言われた。コーシングを前後させれば。でシャフトは短くしなきゃいけないんだけど、ダンパーも全体的にガン出せるんで調整範囲は何でもありですね。いや本当何でもある。まあ次びっくりするのはそうですね。コーシング形状。ここはターンバックルじゃないなんか理由はあるんですか。長いターンバックル買うのが、うちの近所模型店とかないんで食っちゃう。大体長さは設計した段階で冊子がついたんで、そこをやっちゃいました。そんだけ調整範囲があれば何とでもなりますよ。中身が僕びっくりしちゃう。中身が TT01 のデフとM シャーシーのユニバーサルシャフトだから、本来はそのリジットじゃなくて動けるんだけど、それをこのデフケースで挟んじゃって動かなくさせちゃって、で中にベアリングを入れて回転するようにさせてます。CC01 とか02のフォーシング使いたくても結局幅が広いじゃないですか。M シャーシーの幅に収めたいんでどうしようかなって考えた時に、これを方法思いついたって感じですね。M シャーシフォーシング車って結構いない初めて見るじゃないですか。ちゃんとした M シャーシでのフォーシング。大体みんな CC のフォーシング使ったり、他に理由を聞いたことないんで、僕の情報網が狭いだけかもしれないですけど。石健さんの情報によるとこれは世界初ですね。世界かどうかわからないですけど考えたことはあるんですけど、やっぱりフォーシングが既製品では何が合うかわからないんで、あ、そっかそっか。もしかしたらなんですけど、小泉さんがリーフのフォーシングのカローラ版作ってるじゃないですか。あれもしかしたら幅170以下じゃないですか。あれは使えるかもしれないと思ったんだけど、部品が高くてちょっとできるかどうかわかんないんで、諦めて一旦自分で作っちゃったって感じなんですよね。ちょっともうちょっとスケールの小さいクローラー系だと方針があるんで、ただ使えるかどうかがわかんない。ちなみに車幅っていくつ？後ろ多分165ぐらいしかないと思います。前も上側だと160今5ぐらい。なるほど。全然それではみ出してない。あとはちゃんと後ろがはい8億と同じ向きにラテラルロッドが素晴らしい。とこのしっかりしたボディステーがこういうのあると何でも好きな位置に持ってくれるのは羨ましいですね。バッテリーのトレイはこれもてっぺんに穴がいっぱい開いてて、位置は変えられるようにはしてました。で一応横向きにもつけられるようにはしたんだけど、ちょっとこれが邪魔してるんであんまり自由度ないんで、一応縦向きにしてるんですけど、これも前後動かしていいとこ探して今この位置になってるって感じですね。ベース側に穴が開いてます。ネジが。もう何が感動したってね、このつまみが感動した。ちゃんと透明具もあるんですね。そうこれのおかげでひっくり返してもバッテリー転がんないんで、これはちょっと一応気を使いました。それはすごいですね。逆立ちしてもパンツが脱げないっていう感じですね。スカートがめくれないとかそういうことじゃないですか。何を言ってるんですか。次のマシン行きましょう。行きますか。はい。ワーゲンバスっていうの？ワーゲンバスですね。これね、まずボディタミヤの M のですねボディですね。まあこの外側から見てね、特徴的なのはこの上のルーフラックっていうのかな。そうですね。ルーフラックでこれも 3D プリンターだよね。ですね。はい。キャリアの足も自分でプリントして作ってる。はい。すごいのが出てきましたよ。これはレインボーブリッジですか。そうですね。こんぐらいないとね支えられないですよ。こんなんですよ。こうで長野にいるハムスターも余裕で通れますね。そうですね。曲芸できますね。なんか怒ってますね。そうなんですよ。はい。これもね、これマシン何？元はね TT01 ですね。はい。を長さ切って210、225、239って3通りこの止める位置を変えればホイールベース変えられるようになってて、アーム類を自分で 3D プリンターで作って幅もM シャーシーのサイズに収めたと。スライドラックはその辺は GRK の GS エボのパーツ使ってて、あれこれラジマニじゃないのこれ？あ、そう、ラックはラジマニですね。取り付け部がGRK ね。なるほどなるほど。はい。ちょっと切れ角見てみましょう。はい。切れ角はまあこ
これぐらい。もう全然切れるじゃないですか。普通に切れるように頑張って、この辺、01のシャーシ当たっちゃうんで切って、切れ角を稼いでます。なるほど。次に、このバッテリーホルダーで。これも、3D プリントで。これもだから、ドアームが、あら M サイズの TT の足回りなんかないですね。ないですね。なんで、長さを詰めて、ドッグボーン、ユニバじゃないんですよ。あ、本当だ。ドッグボーンが、3D プリンター。最初はユニバでやったんだけど、さっきの86に取られちゃったんで、どうしようかなと思って、ドッグボーンを 3D プリントで、長さ。ピンは何を？ピンはね、真鍮の棒を買ってきて、切って、で、もともと穴開けって形作ったんで、そこに瞬間接着剤流し込んで、押し込んでっていう感じですね。完全に変態じゃないですか。まあこんなに強度があるならね、奥さんがフォークが欲しいって言ったらすぐ作れますね。あ、怒ってます？そうですね。そういえばこれも。そう。ホイールもストラトス風で、これを、リム幅を、24なんですね、はい、それを22に減らして、内側を少しこの辺、ロアームのこういうピロとかを逃げるように。すごい。まあそういうのそれをやりたくて、ホイールが作ったって感じですね。今これだからオフセット0ですね。RDX のナックル使えばできるって感じ。なんとこちらも 3D プリンター。アドバン風。じゃあ最後2人でラーメン大学といってすいませんでした。いや、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。